どうも、ダイキングです。おはよう、午前3時です。はい、ということでですね、iPhone 16E が登場いたしましたので、思ったのと少し違ったところがありましたので、そこの注意点みたいなところもね、お話ししたいかなと。ファーストインプレッションですけど、今回はパクッと見ていきましょうか。で、一応1枚で分かるようにまとめました。独自表ではないんだけど、ここが注意ポイントじゃないかなっていうところはまとめたんで、進化点とか見るんですけど、チェックしていきましょうか。はい。iPhone ね、16とか15レビューしてますので、レビュー動画あるんで、そちらもぜひチェックいただければなと企画はしますけどね。はい。ということで、最新の iPhone を手にしやすく、意外と普通でしたね。で、今回 iPhone 16E になりました。16の廉価版モデルという位置づけになりまして、デザインは見ての通りね、ほぼほぼ噂通りっていうところですかね。価格がね、99,800円税込みになっております。思ったより高いなって思いましたね。ただ、128GB からになったので、実質どうなんだろうね、安いのかもしれないんですけども、Apple Intelligence 設計とかでございまして、で、Apple Intelligence に関しては、4月初旬っていう風にね、もう少し具体的に日取りが出てきているので、4月の早い段階で使えるようになるのかなと思います。で、予約はですね、今週なんで金曜日ですね、2月21日の午前10時、午前10時なんだっていう感じなんだけど、で、1週間後、金曜日ですね、2月28日に発売という形になっております。ビデオとかはね、あるので、12分ぐらいですかね、イベントみたいな形で、1本のビデオが、解説ビデオあります。はい。美しく頑丈、長く使えるボディ。ほぼ iPhone14 と一緒だね。はい。残念ながら、ノッチデザインではあるんだけど、Apple Intelligence、最新の A18 チップ入っておりまして、今回売りはね、このバッテリー持ちかなと思います。iPhone16 より良くなってます。で、48メガピクセルのフュージョンカメラ。ほぼほぼ、同じかな ?iPhone16 と同じものが入って iOS18。ただ、超広角はやっぱなかったですね。うっとりする美しさ、うっかりに強いボディ、頑丈なデザインということで、どこから見ても驚くようなデザインになっておりますが、ほぼほぼ iPhone14 かなというのが正直なところなんだけど、セラミックシールド入ってます。あと、アクションボタンですね、搭載されております。いろんな、アプリ割り当てる。Apple Visual Intelligence っていうね、機能を割り当ててました。動画内では。はい。で、USB-C 入りましたね。さすがに。もう EU で売れないんで、ヨーロッパで売れなくなってるんで、Face ID 入りまして、で、ケースはね、なんかもう買えるみたいですね。カラーバリがね、今回ホワイトとブラックのみになってるので、ケース買えってことなのかな、これは。で、ディスプレイに関してはですね、6.1 インチのスーパーレティナ XDR ディスプレイです。はい。サイズ感的にはなんでね、iPhone14 とか15、16と同じですね、ほぼほぼ。有機 EL になりました。iPhone16 ファミリーですから、そういうことね、ファミリーっていうのは。で、残念ながらノッチではあるんですが、別にいいけどね。もうちょっと安くしてほしかったけど。有機 EL で、バッテリーがですね、iPhone16 より良くなってます。はい。ここはよくわかんないんだけどね。パワフルに進化したバッテリー搭載しておりまして、ここすごいいいとこかなと思います。で、自社設計のそのモデムっていうね、通信のチップがね、C1 っていうのが入って、かなり電力効率が良くなったみたいです。どうやらね。iPhone11 とこれは比べてるけど、相当いいんですね。10時間近く違うから。で、iPhone16 より3時間かな ?2、3時間ぐらいさらにいい性能になってます。それなんで、アクションボタンだね。これはあれか、発表会のやつ。で、A18 チップが搭載しております。未来対応のスピード。最新の iPhone16 と同じチップが入ってますので、ただ GPU はね、1個差別化されてました。1個ちっちゃかったかな。iPhone11 とかと比べるとかなり良くはなってますけどね。そりゃそうだよっていうね、もう何年前の6年ぐらい前だからね。で、iOS アプリは、もちろんね、iOS18 が入ってくると思いますので、この辺り一緒かな。その点に大きな可能性を。で、4月1日上旬か。これは楽しみだけどね。Apple Intelligence は iPhone15 そうか、使えないっていうところはあるんで、そこら辺はなんか差別化されてる気はします。今回ここはちょっと省きますけど、ね、いろいろ、Siri が進化したりとか、チャット GPT がね、内蔵されてたり、内蔵っていうのかな、連携できたり、プライバシーとか。で、カメラが、これ1
個で48メガ4800万画素の基本的には、iPhone16 と同じですね。ただ、超高価カメラは入ってません。なのですごい広い画角で写すカメラっていうのはないので、レンズ1個になってます。ただ2倍ズームはできます。こんな感じで。はい。劇場版レベルの映像ってなんだ、ドルビービジョンとか 4K とかは撮れるんだけど、もちろん。あれ、オーディオミックスこれ使えるんだっけ？あれまあね、なんかアクションじゃねえわ、シネマティックモードはなんかね、入ってなかったんだけど、まあ1倍、2倍っていう感じで、2倍望遠。まあそこはね、まあカメラそんな使わない人にとってはね、あんまり関係ないと思うんで、まあ、シネマティックモードはね、どうなんだろう。まあビジュアルインテリジェンスはね、まあアクションボタンで使えみたいなプロモーションをしてました。で、一応衛星機能とかは入ってますね。これなんで、例えば山とか Wi-Fi がない環境で衛星通信を使って、まあ空が見える環境であればどこでも助け呼べますっていう、機能。あと衝突事故検知とかね、自動車で事故した時に自動的にSOS をかけてくれるとか。最初2年間は確か無料か。県外になったら衛星の出番です。はい、そういうのは基本的には入ってるね。中身はね、iPhone16 みたいな感じにはなって最大 80%iPhone11 と比べてかなっていう感じでございまして、いやーさあどうかなっていう軽いのは軽いか一応ねなんですけど、16と比べるとね GPU の差別化とかカメラコントロールはないんですけど、正直いらないかなっていうところで、主な違いっていうところで、この後は細かい違いとか見るんですけども、スペックとかは基本15、16と全部見てたらめんどくさいと思うんで、主な違い、すごいいい点で言うとですね、バッテリー持ちですね、見てもらった通りですね、iPhone16 よりだいたい3時間ぐらいストリーミング再生でね、インターネットを使った状態で3時間ぐらい動画20何時間だったかな、はい、この C1 モデムっていうのが新しいのね自社で作ったのが入っていうのと、もちろんやっぱ価格に関しても2.5 万円かな、これなんで iPhone16 と比べてかな安いので、それはあるよね。はい、で価格は思ったよりちょっと高かったですね。99,800円なんで、ただ容量は128からになったので、どうなんだろうな、実質同じぐらいなのかな、なんか64ギガからって言われて、大体8万から9万円ぐらいかなっていう予想ではあったんですけども、絶妙なラインで気になる点の差別化のところで言うと、じゃあどこが差別化されてんだっていうところなんですけども、見てもらった通り超高画カメラですね。 0.5 倍広い画角で撮れるカメラはついてないですと、あと個人的にはここかな、マグセーフに非対応っていう、ワイヤレス充電は使えるんですけども、後ろに磁石がね15とか16は内蔵されてるんですけども、12以降かな、 iPhone12 以降は入ってるんですが、こちらなんとね対応してないんですよこれはさすがに対応するかなと思ってたんですけども、意外なところで差別化してきました。これが若干個人的にはすごいマグセーフ信者としてはすごい残念な点ですね。ワイヤレス充電自体は一応7.5W かっていう感じなんですよね。ちょっと遅いかなっていう。なんでこの辺りが気になるポイントかなと思いました。ダイナミックアイランドとかカメラコントロールはないんですけども、そんなに個人的にはついてても気にならないかな。あったら便利ぐらいの。カメラコントロールに関してはそんなに個人的には気になってないんで、なくてもいいかなっていうところです。正直なところはね。あと気になる点とかありましたら、ぜひコメントで教えてください。こういった機種と比較したいとかね。なんでちょっと購入ページをね見てみましょうか。予約は21日の午後10時からでございまして、でカラバリはね、残念ながらホワイトとブラックだけの、結構シンプルなラインナップになっております。割とデザイン的にはねミニマルで可愛いかなっていう気がしますけどね。こんな、最近あんまシンプルなスマートフォンないですからね。ストレージが128カラーになってるんで、ここもこれではいいポイントではあるかなと思いました。128で 99,800 円で、256で 114,800 円なんで2万円ぐらいかな。もう計算2万もいらないわ。1万5,000円ぐらいですかね。512になるとなかなかっていう感じはするんで、128でいいと思うけどね。 USB-C になりましたし、ブラック意外といいなっていう、なんか久々のこのブラックいいけどな。あと下取りとか、ペイリーとかねいろいろありますけども、ホワイトとブラック皆さんどっちがいいですかねホワイトも割とミニマルでいいなっていうところはあるんですけども、今回でも久々に黒系にしようかなっていうところもある。はい、で一応比較かな、できるんですけども、今回なんで、16シリーズなんで 16E と16と、価格が近い iPhone15 かなっていう、さっき基本的にはさっき話したですね、これが主な違いにはなるんだけども、細かいとこを見ますと、カラバリはやっぱりいろいろ
あるね1615縦向き斜め向きデザイン的なあれはありますが iPhone15 が11万2800円1万5000円差ぐらい1万5000円差と2万5000円差あたりにはなるのかなと絶妙なラインだねこれはね。で iPhone14 に関してはライトニングだったんでなくなってますやっぱり。はい。で画面サイズはもう一緒ですね正直ね特に画面の質とかも変わんないです。スーパーレティナ XDR ディスプレイ、有機 L になってるんで、ただアクションボタンか16位はね、消音スイッチなんでね15はね、ダイナミックアイランドかな。あと違いとしたら Apple Intelligence は iPhone15 使えないんだよねここの差別化がよくわかんないけど正直難しいけどそうなんだよね。なんで16シリーズねっていう。でカメラコントロールは iPhone16 だけです。これは正直あんまり気にしなくていいと思います。はい。でカメラに関しては仕様はね 16E もねほぼほぼ同じですね正直ね iPhone16 と48メガここはねなんか差別化してくるかなとは思ったんですけども広角カメラに関しては同じです。ただ超広角カメラは使えません。はい。そこをどう見るかっていうところだと思う。カメラそんな使わないんだったら別にねなくてもいいとは思うけど、なんでズームのオプションが1倍と2倍になってます。はい。なんで 0.51 倍2倍なんだけどね普通の他の iPhone は。でダイナミックアイランドがないとそんなに気になんないかな。あったら便利。どうなんだろうな。これ結構ね人によって分かれるので、どうなんでしょう。緊急 SOS とか全部ついてるね。でバッテリーが意外と 16E がいいっていう。バッテリーのエコのいいですかこれは。はい。で USB-C は全部一緒で、あとは基本一緒ですね。排水性能とかもね防水性能とかもそんな変わんないし、5G がもしかしたらモデルが新しいのだから早いのかな。どうなんだろう。で個人的にやっぱこのワイヤレス充電がねバグセーフ多いって感じなんだけど、こう差別化してくるかってここは正直意外でした。ここは頑張ってほしかったマグセーフ対応して10万2000円高いからでもいいでしょうね。こんな価格にはなってるので容量を上げていくと正直16がいいかなっていう上げるんだったらもう16買った方がいいかなっていうApple Intelligenceもだしね。でディスプレイとかは一緒ですね。ただ明るさがそうだね、800ニットになっているので若干暗めではあります。iPhone14 とかと同じような仕様じゃないかなおそらくね。14がそうだねもう完全に iPhone14 だね中身が iPhone16 の、iPhone14 ややこしいけどねが iPhone16E です。はい。すごい分かりやすく言うとなのでライトニングではないですがちょっと戻そう。 iPhone15 なんで大きさはほぼほぼ同じで重さは若干軽いです。ほぼほぼ変わらないですでもね。で厚さも一緒だし幅高さもほぼほぼ変わらない。若干高さは低い。排水性能は同じで Apple Intelligence は iPhone15 は入ってないです。で GPU 性能は若干差別化されてます。そんな変わんないと思います正直。A18 なんで処理性能はもちろん A18 がいいと思うけど大きな差はないかなっていうところ。カメラもね、基本的にはやっぱり超広角以外は同じかなというところなんだがフォトグラフスタイルはじゃあ一緒なのか。微妙にこのね中身の機能あたりはマクロとか、空間写真とかはないけどこれはビジョンプロがねないと意味がないので、あとこの、シネマティックモード 4K がないってことなのかな。シネマティックモードは入ってないのかなっていうのは、アクションモードはおそらくね、なくなるだろう。これなんで GoPro みたいなモードです。はい。手ぶれをとにかくなくすみたいな。これちょっと気になるけどね。シネマティック、動画ねでも撮らない人だったらいらないので正直ね。普通に 4K とかは撮れますね。全然ね。もちろん。それぐらいか。風切り音の低減オーディオミックスは 16E の方が入ってますね。で、フロントカメラはね、全部確か一緒です。インカメラに関しては、16も15も一緒じゃないかな。意外を見るのが逆に難しい。でもやっぱシネマティックモードないんだよね。はい。なんで、後ろをぼかす、ポートレートモードの動画バージョンですね。後ろをぼかすモードがないのが、若干気になるぐらいかな。はい。安全の機能とかはもちろん一緒で、あとこう液体チップとかも微妙に差別化はされてますね。で Wi-Fi6 か Wi-Fi7 そんな気にしなくていい。この DCHSDPA がこれ何なんだろうな後で調べておきます。 GPS とかはなんか微妙に一緒か。なんかナル IC みたいなの入ってるけどほぼほぼ同じかな他はね。でこのバッテリーだけですね26とストリーミングで21時間なんで3時間違います。iPhone16 と比べても。で5時間か。ここのアドバンテージはありますねやっぱり iPhone16E の。ただマグセーフは対応してないけど対応してないからUSB-C での充電スピードは同じです。
この見た感じ30分で 50% なんで、さあどうかなっていうまあ USB-C に、まあこれはね USB には一緒だな。はい、ということで、まあ、さっき見てもらったけどまとめるとまあこうなるわけですね。つまりまあバッテリー持ちいい、バッテリー持ち16より約3時間いいと、バッテリー持ちがすごいのと、まあ、価格が安いっていうのと、まあ、一言で言うとあれだね、中身が iPhone16、外見 iPhone14、まあ、14にしようかが、16位ですすっごい分かりやすく言うとっていう感じかな。なんですごいまあ安いですね、価格帯。まあとにかくカメラとか、あとまあそのマグセーフとか気にならないんであればすごいいい選択肢にはなるんじゃないかなと思います。まあ2.5万円 iPhone16 とこれ iPhone16 と比べてねにはなるので、 iPhone15 はまあ Apple Intelligence 対応してないっていうところを踏まえるっていうのと、さっきあったよなっていうのとですね、まあ iPhone16 とこの15の価格差が1万2000円しかないんですよね。まあそれだったら正直16でいいかなっていうのが、まあ、僕の個人的な意見です、今のところは。なので、まあ16位の仕様がすごい気になるっていう人は、まあ、多分もう16を買えっていう風ななんか価格設定になってるんですよね16か2択だと思います。なんで、まあ、カメラとか別にその、まあ、マグセーフ充電とか別にどうでもいいみたいな人であれば、とにかく安く買いたいんだという方は16位で、 iPhone、まあそれ以外は iPhone16 なのかなと思います。もうちょっとやっぱ超広角カメラも使いたいし、マグセーフ充電とか、まあ、マグセーフ個人的にはすごい便利なんでね使ってほしいんですけど、まあそれ以外の人はこの iPhone16 を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。 iPhone15 は相当なんかまあこの価格だと選ぶ理由があんまりないかなっていうのが正直な感想でございます。はいということで、まあもし気になる点とかありましたらね、ぜひコメントいただければなと思います。あとは iPhone16 とかね、iPhone16 とか、まあ、15のレビューもねしてますので、ぜひあとマグセーフのアクセサリーとかいろいろ紹介してますので、はい、またまあ iPhone SE4 ね、SE4 じゃないわ16も購入してレビューいたしますので、16いいねレビューいたしますので、気になる方はぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。まあ安くていいけどね安くていいけどちょっと思ったより高かったなっていうのが正直な感想かな。楽しみですねまた。